皆さんこんにちは、予想です。今回は P5R コラボで実装されたバイオレットの性能を解説していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。バイオレットの特徴は何といってもその特殊なハイライトです。バイオレットはスキル1、スキル2を使うことでステップというポイントを貯めることができます。ステップが2層貯まるとバイオレットは変身しマスカレード状態に入ることができるようになります。マスカレード状態への変身は画面下のキャラクターアイコンから行うことができます。変身は3ターンに1回行うことができ、バイオレットが2回行動するまでマスカレード状態は続きます。マスカレード状態では持っているステップの数だけ攻撃力とクリティカル率がアップ、さらに一度だけハイライトゲージを使わずにハイライトを使うことができます。バイオレットのハイライトはゲージを使わないだけではなく、他のキャラクターのハイライトでは発動しないクリティカルが発生する可能性があります。それではハイライト含め各スキルの効果を解説していきましょう。スキル1は敵単体に祝福特大ダメージを与え、勇気のステップというポイントを獲得します。勇気のステップは画面下バイオレットの顔の横にある黄色のマークで最大3層まで貯めることができます。スキル2では味方1人を1ターンの間ダンスパートナー状態にします。ダンスパートナー状態の味方がスキルを使った時、バイオレットはそのスキルに反応してスキル1を自動で発動します。この時スキル1のダメージは半分にはなりますが、勇気のステップを獲得することはできます。そしてさらにスキル2ではダンスパートナーと自分の攻撃力を3ターンの間アップさせ、追加で華麗なステップというポイントを獲得します。華麗なステップはバイオレットの顔の横にある赤いアイコンで1層まで持っておくことができます。つまりスキル2を使うことで味方1人をダンスパートナーにしながら自分と味方を強化、さらにその味方がスキルを使うことでステップが2層たまりマスカレード状態に変身できるというわけです。スキル3では敵単体に祝福特大ダメージを与え、マスカレード状態の時は余ダメージとクリティカルダメージが大アップします。マスカレード状態に入った後は積極的に使っていきたいスキルですね。そしてハイライトは敵単体に特大祝福ダメージを与えます。持っているステップごとにハイライトが強化され、勇気のステップ1層ごとに余ダメージが 10% アップ、スキル2の華麗なステップがあるときクリティカル率が 10% アップ、クリティカルダメージが 20% アップします。バイオレットの使い方ですが、華麗なステップが溜まっていない時はスキル2を使い、その後マスカレード状態の時はスキル3、そうでない時はスキル1を使うという流れが良いでしょう。マスカレード中はスキル1でステップを貯めるのではなく、スキル3で大ダメージを与えハイライトで締めるという流れの方が火力が出やすいです。バイオレットのスキル一覧はこんな感じになっています。バイオレットはステップを1層持つことに祝福余ダメージが 10% アップ、さらに味方がハイライトを使った時攻撃力が 45% アップするなど自身で獲得できるバフが非常に多いキャラクターです。ステップをうまく貯めてハイライトとスキル3で大ダメージを狙っていきましょう。バイオレットの武器効果一覧はこちらです。バイオレットの星5武器は 36% ものクリティカルダメージアップに加え、ステップを獲得した時攻撃力が 21% アップ、さらに味方がハイライトを使うために余ダメージが上がり、味方がハイライトを2回使った時バイオレットのハイライトのダメージが 30% もアップします。他の星5キャラクターの武器に比べてもバフの量はかなり多いですね。非常に強力な星5武器だと思います。バイオレットのおすすめゲージカードセットはこちらです。知恵と美徳のセットで祝福ダメージとハイライトのダメージを上げてあげましょう。おすすめメインステータスは他のアタッカー同様、月がダメージボーナスか攻撃力、星がクリティカルダメージかクリティカル率、タツが攻撃力が良いですね。バイオレットはハイライトでクリティカルが出るかどうかがとても重要なので、クリティカルを最優先で上げてあげましょう。バイオレットの凸効果一覧がこちらになっています。どれも強力な凸効果なんですが、1凸が特に強力です。1凸効果はスキル2のダンスパートナーの継続ターンが2ターンに、さらにスキル2使用時自身と対象のクリティカル率が 15%3 ターンの間アップします。ダンスパートナーの継続ターンが1ターンから2ターンになることでスキル1の発動回数が増え、ステップを貯めやすくなります。バイオレットはステップの数だけ自身へのバフを獲得するため、1凸効果はバイオレットの火力を大きく伸ばしてくれます。2凸目はステップ2層で攻撃力が 33% アップ、3層でクリティカルダメージが 33% アップとこちらも強力です。4凸目ではハイライトを使った後次の敵の攻撃を必ず回避するようになるほか、ステップを4層持っている時ハイライトのダメージが 50% アップします。そして6凸目ではマスカレード状態の時ハイライトが2回使えるようになるというとんでもない効果をしていますね。全体として凸効果はかなり優秀です。
それではバイオレットのおすすめパーティー編成について見ていきましょう。バイオレットはハイライトが重要なキャラクターのためコードとの相性が抜群です。バイオレットの特殊ハイライトはコードのスキル3でも発動することができるため、本来1回しか使うことができない強力なハイライトを2回使うことができるようになります。3キャラ目はバイオレットのダンスパートナーにするためのキャラクターを選ぶと良いです。敵単体に強力なデバフを与えることができるホーラーやビノー、味方単体の攻撃力を大きく上げることができるリオンなどがおすすめです。またサブアタッカーとしてはジョーカーも大変おすすめになっています。ジョーカー自身が再行動ポイントを貯めることで2回行動できるようになり、2回行動するとバイオレットのダンスパートナーも2回反応してスキル1を2度放つことができるため相性抜群になっていますね。ワンナのおすすめペルソナはディオニソス、クリティカル率を大きく上げることができます。そしてビシュヌ、敵単体の防御力を大きく下げることができるためこちらもおすすめです。そして新たに追加されたペルソナであるスラオシャは固有スキルを使うことで祝福属性の味方のハイライトダメージを大きく上げることができます。バイオレットがハイライトを使うターン固有スキルを使ってあげましょう。それでは最後にバイオレットの強み弱みを見ていきましょう。バイオレットの強みは何といってもその特殊なハイライト。バイオレット自身のハイライトの火力が非常に高いこともさることながら、自身はハイライトゲージを使わないため他のキャラクターにハイライトを回せる点も非常に優秀です。またハイライトを多く使える点、スキル2で自分と他の味方も強化できる点などからパーティーとしての火力が非常に高いですね。現状存在している単体アタッカーの中でもトップクラスだと思います。バイオレットの弱みはまずコードへの依存度が非常に高い点です。非常に優秀なサポーターであるコードは他のキャラクターの火力も高めてくれますが、ハイライトがダメージの大部分を占めるバイオレットにとってコードの存在は非常に重要です。コードがいるかいないかで火力が大きく変わってしまいます。逆に言えばコードの能力を最大限活かせるアタッカーになっているので、コードを持っている方には大変おすすめなキャラクターですね。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ついにペルソナ5ロイヤルから参戦したバイオレット、非常に強力な性能を持っており独自のハイライトシステムも楽しいです。また祝福アタッカーであることから将来的に実装されるキャラクタークローとも相性がいい可能性があります。現時点での強さ、伸びしろ、そして可愛さ、どれをとっても一級品のキャラクターなので皆さんもぜひ引いてみてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。